ます。関西クリーンサービスの近藤です。本日遺品整理させていただく現場がこちらです。娘様からご依頼を受けまして、お父様がお亡くなりになったということで、ゴミ屋敷の状態ということで、早速中に入っていきたいと思います。基本はもう遺品整理ということで、中の残置物ですね、動産類の方を全部片付けさせていただいて、もうここは一応大家さんに借りてる借家ってことで、中のもの全部搬出させていただいて、処分させていただいて、もう返せる状態にということで考えてます。これは何でしょう。何なんでしょうかね。結構シリアスな書類が出てきてます。死体の写真とかですか？ではないと思いますけども、自分で撮ったのか誰かが撮ったのかはわからないですけども、何かトラブルがあったんでしょうね。それかトラブルに巻き込まれてた可能性はありますよね。建設業を営んでられてたと思うんですね。なんかの表記で倒産して、そこから周りの業者とか入手をめっちゃ恨むようになって、親族とか、それで親族とか家族がもう奥さんも離れて、娘さんも息子さんもみんな離れていって、親族を訴えるようになったらしい。何かに取りつかれてるように被害妄想になってるんでしょうね。お金小銭なんかお守りとか神様とかっていうものが結構いっぱいあるじゃないですか。はい、どういうふうに、処理というか、基本はご供養させていただいたりとか、お寺とか神社とかに持ってってということですか？そうですね。定期的にご供養の方を住職していただいてるんで、合同供養でやらせていただいたりとか。うわっ1万円。あ、これこんなとこに何かお金とかか。うわー、はあはあはあ。あらららら。こっちもあるか。あったあった。こっちは5000円。わ、またしおりのように。うわ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 。 10万円ぐらいとかですか？ねこれ何ですか？これはでもがんの手術で患部を取り除いたあれを持ってる、そういうことってあるんですか？締めてるイコール中はもう腐敗してるってことですよね。うわ、そんなにね。下行きます。冷凍庫です。
麺類。ご飯。下はもう液状化してますね。特には入ってない。年に1回、そういう一人住まいの65歳以上の人には配するのをしているもんだから、うちの協会で。で、それで、たまたまこちらにそうそうですよね。そうですよ。ほんまにたまたまですよ。ピンポンを押して出られなかったので、で、声かけ、して、空いてたから、入ってたから。はい。で、声かけして代わりに、なんかちょっと違うなと思ったから、最初どんな様子だったんですか？もう本当にぐたっとされてた。歌っていうか普通に倒れてる、寝てるような。それだけ。で、声かけしてもらうし、ちょっと変だな。で、ちょっと手を鼻の上に当ててたら、なんか、してないような感じしてたら、でなんかすぐ救急車すぐ呼びまはいした。はい。今回ずっとコロナだから、そういう行事しないですけど、行事の時には参加されてました。で、結構ね、通ってはったから、その辺でなんか待ってはったからバスみたいなね。だからまさか思ってるし、お若いし、ってなって。一応全部確認いただきまして問題ございませんかね。ありがとうございます。そうしましたらこちらなんですけども、今回作業で出てきたお写真であったりお金であったり貴重品であったり、この辺りをお客様にちょっと確認ですね、最後に一緒に確認いただこうと思いましてお願いいたします。今回亡くなられたお父様とご関係を聞かせていただいたと思うんですけども、いつまでぐらいは一緒にお住まいだったんでしょうか？以上前ですね。で、今回お父様が一人になられた理由っていうのは何かあったんですか？お酒癖が良くなって、はい。で結構もうみんなすぐ離れるようになっていって、で私が一番年が下だったんで、まあ、最後までちょこちょこ連絡取ったりとか、たまに顔見に行ったりとかいう関係ではなく、 3人ぐらいはそういうんですけど、警察の方から急に電話かかってきて、でお父さん亡くなりましたって、それで知りました。一番お父様のこの思い出っていうのは何かあります？ないですかね。怖かったっていう記憶しかないです。第一発見者のね、民生委員の方ともちょっとお話しする機会が偶然にもありまして、お父様の人柄とかですね、近所付き合いもね非常に良かったみたいで、人柄もいい人やでって結構ね、周りのおばちゃんとかも出てきて、ああ結構いい人やでって明るくてって言ってたんで、依頼者様から聞くまではそんなにね、お酒でちょっとね、一時も狂ってたみたいな、そういう感じでは全然なイメージではなかったので、実際どうでした？なんか身内に厳しい人というか、で、まあそうだろうなっていう感じですね。アルバムの量すごくないですか？すごい。全部写真なんですよ。でお父様は、引っ越しされて、やっぱり家族の昔からの写真っていうのをですね、全部持って行ってた。やっぱり家族のことを思ってたんじゃないかなって私は思ってるんですね。本当だったら捨てますもんね。やっぱり持っていかないですよね。自分一人で住むのをもう契約も決まって、いざじゃあ引っ越しってなって、この量を持っていくってやっぱりね、いつまでもやっぱり家族での思い出があったと私は思ってます。